ワンインチチャンネルステップバイステップ。はいはい。本日もこの、はい、いつも五反田にある絆ベースジムを使わせていただいてるんですけども、今回はコラボ会、はい、そうなんです。ワンインチサロン生です。あ、ですね。はい。ヤナ君に続いてね。ヤナ君についてのシリーズで弟子っ子でもあり、ワンインチサロンに入ってる弟子っ子紹介シリーズ。あ、そうだね。いいよ。はい、第2弾です。またいた強めの人。いたんですよ。すぐかったね。あ、そう。見てわかった。一旦呼んでみよう。行ってみましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい。いや、高月先生だから弟子っ子じゃないから。ごっついな弟子っ子。ごつすぎるだろ。世界チャンピオン。ごっついの来たな。世界チャンプで。でも我々が知らない方いらっしゃるかもしれないですけど、ワンインチサロンっていうのをやってまして、そこにジークンド教えてる。ジークンド教えてるんですけど、そこに入ってくれてるんですよ。ずっといるんですよ。初期メンバー。初期メンバーですよ。発見したのは僕なんですけど、高月先生何も俺らに言わなかった。で、僕ら一人ずつね、たまにブログ的なね投稿するんですけど、普通に混ざって「神戸さん分かります」みたいな感じでコメントしてたら「高月拓磨」とかやってこれなりすましかってなりすましと思うよね。あの時湧いたもんな、サロンの中でな。でサロンのね、前回のそのなんかサロンの中ではこのズーム交流会って言って我々とこうズームでみんなで喋ったりとかする中に、この間高月先生もいたの。普通に来てました。生徒も高月先生に質問みたいなしてた。俺と幸男さんの質問ゼロです。今回はね、コラボというそうなんですけれども、2年半ぶりなんですよね。いやー、そう久しぶりで。今回何するかっていうと、始まる前に喋ってて、僕が先生にその空手ね、世界チャンピオンですけども、選手時代は何がフィニッシュやったんですかって言ったら、何がフィニッシュだったんですか？一番多かったのは上段膝。上段膝蹴りですね。高月先生といえばその2年半前のコラボで東郷先生が食らった下段蹴りがベスト3に入る痛さだった。そう、今まで食らった中で。いやだからそれを回避で俺上段膝。もう2択で選んだよ。じゃあそしたらもう今日上段膝よ。地獄の2択や。じゃあ下段蹴りはサロン用のオフショットでいい。地獄扱い雑。だって上段膝やったら歩けるは歩けるってことやろ。いや立てなくなるから。顎を砕くよ。失神。顎あるんすか？相手顎折れて。ほら上段膝ってここから上段じゃないですか。どこなんですか？そこ中段だよ。そこは中段。ここ行くんですか？高月先生、じゃあ幸男さんの顎はもういけるってことですか？大丈夫です。行きましょう。行きましょう。あんな痛かった下段蹴りよりも得意技ってことですからね。やばいよね。最近テレビ増えてきてるのよ。今週も収録3本あんの。増えてきてんだよ。俺なんで顎砕けていってどんな感じなんですか？教えてください。教えてください。クラブ前に。じゃあミット持とうか。ミットいるよね。じゃあ速さがいい？喋る仕事してます。あ、つけてる。なんでつけるの？なんでつけてんの？左だったらこうですし、右だったらこっちですし。あ、そうなんだ。ちょっと蹴り方が右と左で違うんです。高月先生はどっちが得意ですか？どっちもか。そうですね。どっちも得意とかないんだよ。ただ状況で蹴るのが違って、パンチで打ち合いとかは右で蹴るんですけど、左の時とかはちょっとそれイメージマジ行く？おい、行こう。やっぱりめっちゃ近いですよね。距離が。超こうね。ここからボディとかバーンと打ってで、これでガード下げてもらって。ゆきえさん、ここで大丈夫ですか？じゃあここにしようか。ここからこう当てるんですけど。外から。あんなに上がるの？思ったより外から来た。何も見えてない。ここだって今。俺楽勝にやられるじゃん。もう一個いるわ。先生はね、中段の高さです。おい、そこまで低くないの。こうどこでも大丈夫ですけど、から飛んでないっすね。これ飛ばないんですよ。この左の場合は右はちょっと飛ぶんですけど。なんかイメージよりすごい外側から行くな。真下からみたいなイメージかと思ったら。これはパンチで相手に下がりますよね。受けてもらって、で受けた時にこの手の外から回して、この手を受けた手を残しといてほしくて。見えなくする。例えば
これを引く場合はあえてここから隠してここからこう引くんですけど。うわやばっごめんなさい。やばっちょっと今やばかったよ。すいません。レミやレミボヤスキーやフライングハイ。フライングはい隠して蹴る時とかは外回さずに相手ここにこれ抜くってこういう動作なんですけど、さっきやったのはパンチを受けてもらってこの手が残ってるじゃあところでゆきおさん当てないからそのパンチ反応してっていう。右手でこれでこう受けられるこの状況を作ったらこれ引いちゃうとこれ手が戻るんで相手残しとくんだ。なるほど、自分の手を残すと相手の手も残ると。なんで外にからしかもここからやから見えない見づらいですよね。やっぱその考えがちゃんとありますよね、纐纈先生って。そうそうそう、当てるためのねそうそうそう理論が。で一応意識してたのはこのパンチのフォームに膝を入れるっていうのを意識して、これ例えば膝の時だけこれが意識がずれちゃうと相手にバレちゃうんで、もうこれの時にもうこのラインを連動でしてるんだ。おいてこうやって同じ動きの中でこう置いておお折れる折れる絶対に折れる。絶対折れる。自信ある。すげえ。やると相手が俺だって178ありますよ。実は膝蹴りって正面とかは高く上がらないんで、そうなんだ。上がんないですよね。こっちなんですよ。まあこうは上がらないんで、こっちなんですよ。こっち45度フォークなんですけど、ここは簡単に上がるんで。本当だ。だから練習するときにこうやってやって、ここに膝蹴りを持ってくるみたいな感じで。へえ。確かに。あ、本当だ。上がる。上がってる。だから上がるんだ。上がるんですよ。柔らかくなくても。なるほど。体の構造上確かに正面から無理か。これは無理よね。正面上がらないんですよ。こっちなんだ。ゆきおさんも上がってるよ。俺も上がる。あ、そうです。上がるんですよ。なんかボタンだ。上がってる。サンバ系かと思った。ピー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 サンバのリズム。サンバのリズムじゃない。蹴れます。右膝はいいですか？右膝も聞きましょう。右膝は違うんですよね。右膝ちょっと違ってバリエーションが。右膝の場合は実はパンチでガンって打って相手がそのパンチで下がらないように踏ん張るっていう状況を作ってもらうんですけど、パンチをドンドンって振って、フルコンだと胸のパンチとか使うんで、パンチを打ってちょっと左手がちょっと左打つ時に後ろをこうやって引っ張って、ここのライン上に足を隠しちゃうんですけど。これで引っ張った時にジャンプ準備してこの手を出してここの下に手を隠してでこれで踏ん張ってくれる相手が前に出ようとした時に踏ん張らせといてちょっと踏ん張ってますね。この時にこっちでそっちは飛ぶ。これは飛びますね。なんか引き寄りをしてみたいな。そうですね。ここで相手こうバンバンって打つことで相手がこれに逆に相手が弱くてボーンって下がっちゃえば上段膝使えないんです。逆にアグレッシブにこう打ち合ってる時をこうこの時にパン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 。危ない危ない危ないよ纐纈ちゃん。今ここ切ってたよ。かすめてたよ。これはもう相手に当たりに来てもらうっていう表現するんですけど、自分から当てに行くんじゃなくてパンチを打って空手ってやっぱここでこう打ち合いみたいにいきますもんね。ここで打ってる時にポンって支えて、それがやばいんだ。この時にジャンプの準備しながら相手支えてるって感じです。でその時次これ意外と難しいよ。これパンチここで打っちゃうと反作用で飛べないんで、あくまでこう飛ぼうとした時に手が当たっちゃったっていう感じにして、例えばこれでパンも当たんないんで、パンでここで上段膝行こうと思ったら手当たっちゃったっていうのするときれい。そのパンチは決めるパンチじゃないんですね。膝前はあくまで相手が来てこれまだ来ないでねっていう。あれでしょ、ここ痛い。助走の多分どうでもいいとこも膝前で膝前で膝前でもう膝前で聞いちゃってる。聞いちゃってるのよ。ここは胸が。先生ちょっとやってみます。やってみたいけどどういう練習からじゃあ始めたらいいですか？最初言ってたやつはここに隠してこういう順番なんで、ここからもしかしたらそっちの方が上がるの簡単かもしれないです。それ同じ理論で腹にもいけるんですか？全然いけますよ。そうだよね。やっぱここからこの時はわざとこう打つんですよ。バーンっつってで上警戒させといてこういうのはやばいなこれ。
とんでもない力じゃん。わざとオーバーにこうやっていってバーンってやるとちょっとボディのちょっと受けてみて。これはちょっときつい気がする。いや、打ちますね。ちょっといや俺もでかい。これはいいピンポイントで。いやいいんじゃない。これとかじゃなくて大丈夫。後ででかいので思いっきり。なんかこのミットだから分かることがあるんだよ、俺ら。じゃあ怖い。音はねプシュッだけどさ分かるよ、見ててやばいの。これやばいよ。いや俺食らったんだよ。なんでもう一周あんのよ。もう一周あんのよ。強いっすね。さんそっちの大きい方。ドラムミットね。いやこれじゃあこれはちょっと強め。ちょい強め。もうちょい下？ここでどのぐらいがいいですか？ちょい強めで。ちょい強めで。お願いします。おおすっげえ。マジで？これはこれちょっと重い。大丈夫。これまあ本当にこっちの方がええかも。まあええか一緒か。よし来い。ガチです。はい。すげえ。これ食らうの。これ食らうの。ああ、まあでも。ああいった。はい。本当は右の方が得意なんですけど。ちょっと一回右で受けて。めちゃくちゃ軽く打つけどそれなりに威力が出るっていう膝も。へえ。こんならもうこんな感じで打ちますもん。そんなんで。うわー。やばい。やばいっす。これとかは力がいらないんで。全然なんかふわふわってしてたよね。まあこんな感じでこう。それは何なんだ。これとかはもう本当こう。今日さこれやばい。これわかる。いやこれ食らった方がいい。勉強になる。勉強になる。勉強になる。いやこれはマジででももう締めさせてね。これ終わったらもう体持たんで。皿入ってよかった。いや教えてないのよこんなのさ。あれですね、要は自分の体重をこのまま全部がここにポンって集まれば、例えば僕今78か9ぐらいなんですけど、78、9の鉄球がこっからだろうかこうドンって当ててれば、それこそこれ多分ミットがないとすっごい間抜けな蹴りに見えるんですよ。なんなら今のってミットがないと、こんだけなんであれでその威力。なんでこれにちょっとこう身体操作コーゲ先生って前回の下段蹴りもそんな感じなんですよね。見た目が確かに強そうじゃないからしょぼそうなんだよね。コーゴ先生うるせえってなっちゃうんですよ。そんな強くねえだろみたいな。違うから本当にすごいよね。いや俺今まで受けた打撃の中でも相当やばかったと思う今の。りょうさんにはもう一回しいきます。弟子っ子がまだ弟子ではないから。ちょっとさ今のちょっといいですか教えていただいて。まずはこういう反算するで、これでもう体の角度このまんまで、このまんまこうやってみます。本当にそうですね。この辺立ってるんです。こっち開いちゃうとこれ反作用が見えちゃうんで、ちょっとこう締める感じ、このぐらいの角度で当てていくと。急に重くなった。嘘。はい。速度が大事。なんかね重い感覚がまだわかんないな。ちょっと先生もう一回。なんだろう、もうこのままで全然違うよ。すげえ。いやこれができるようになったら当然だからちょっとこっちで引くようにすると威力が。こっち手を。じゃあまだ上があるってことですね。今のは僕らに飛んでるだけなんで。じゃあちょっとこれやってみよう。何回目。2、3発ずつで上げていきます。はい徐々に上げてください。ちょっとじゃあこれは嘘。じゃあほんまにちょっと辛いだろ。だよな。全身痛い。ここ先生だったらもう上げちゃっていいですか。いい俺も受けたい。先生の。やったこれ。やべえ。すげえ。それ中って食らってる。しかもだって距離もそんな取ってないんだよ。助走とかなくて。よっしゃ。これ見たなしでしょ。考えられない。しかも近距離の打ち合いの中でしょ。
道場で一緒のミット持ってくれる人に軽トラって言われました。軽トラよ本当に。ちょっとエグすぎる。一回食らってみ。いくよ。はい。いいですか。いいですよ。じゃあもう俺わかんないからこれすごいの。わかんないよもう。すごい。すごい。これはちょっと今日寝れなそう。じゃあライト今全然近い。今のは違いますもんね。さっき俺らが今のは聞いたよ。多分そんなにむちゃくちゃ威力変わんないぐらいで。いやいや。全然わかんない。面白い。ビフォーアフターわかんない。ゲリンゲリンの時もそうですけど、やっぱその体の構造とかで打つから、そう筋力とか体力じゃなくて、さっきだから疲れないっていうんですよね。やられた時本当に力がこうまっすぐ逃げていく感じで。それと一回だけそのさっきも言ったけど先生が多分角度決まった時だけめっちゃ重かったんで、ちょっと練習します。はい。アライメントが整ったらみたいな。アライメントなんだよね。同じことですよね。そう先生とかよく使われる構造があって、すごい似てると思って。そのラインが揃った時に強くなるってことですよね。だから僕実はそのラインっていう言葉使ったことなかったんですけど、東先生がパクってもらってここのラインを揃えるっていう言葉は使わせていただきます。もちろんです。はい。ふけー。じゃあマジで全然もっと出てきますから。そうですよね。これ掘ったら。それでこっちはサロンに入って掘ってるから先生のこと。はい。掘り合いしてますから。いや、なんか意味合いがあるんですけど。そういうつもりない。そんな風に思ってないわ。そういうつもりが言ってないけど、掘り合いしてたんじゃないですけど。ちょっとまた引き続きね、高傑先生はまたいろいろ教えていただきたい。教えてください。よろしくお願いします。また覚悟してきますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こっち側こう開くので、ここに